こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。大助っていうことでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。大助。っていうことでね、とんでもない魚を買いましたよ。だいたい最近とんでもない魚ばっかり買ってるんですけど、やっぱ秋はいい魚がたくさん取れますね。で、今日買ったお魚がこちら。大助っていうお魚。別名マスノスケとも言いますね。で、これ何かと言いますと、北海道近海で稀に取れるキングサーモンです。ほんとめちゃくちゃ稀に取れるやつね。高い鮭だとケージとかが有名なんですけども、あれと肩並べるぐらい高級な鮭です。もっと説明したいんですけど、もうこれ以上説明すると、超マニアックな話になってきちゃいますんで、気になる方は調べてみてください。とっても面白いですよ。で、この魚はね、東北地方に伝わる伝説の怪魚なんですって。そのエピソードの絵本もあるみたいですよ。で、今回のこちらのお値段なんですけど、ちょっとリアルすぎて、言えません。マグロを買ったみたいな勢いだと思ってください。ただ、こんな魚めったに見れないんで、皆さんゆっくり見てください、これ。これが顔ですね。なんかこう、黒いですよね。やっぱ海で長いこと育ったんで、こう顔もね、こう海の魚っぽくなってますね。牙もとても鋭いですね。で、なんたってこの体高が半端じゃないんですよ。長さはね、そこまでないんですけど、とんでもないですからね。で、定置網で取れたものなので、お腹がちょっと弱かったらしいので、お腹は抜いといてもらいました。この尻尾の肉すらも油バチバチですね。これは期待できる。そうしましたら今日はこちらの大助を使って2品作っていきたいと思います。1品目、大助のちゃんちゃん焼きを。で、2品目、やっぱりお刺身でも食べたいぞということでね、大助のお刺身を作っていきたいと思います。で、お刺身なんですけど、一度冷凍します。なんで冷凍するかというと、やっぱり天然の海で回遊してた鮭なので、もしかしたらアニサキスとかがいる場合がありますんで、凍らしてアニサキスを死滅させます。はい、というわけで今日はそちらを2品作っていきたいと思います。そしたらじゃあ頭をこう落としちゃって、いつも通り3枚下ろしましょうか。ネットネトですね。包丁がね、もうほんと一回一回拭かないと、これなかなか入っていかねえぞ。どんだけ油乗ってんの？頭。そしたら3枚におろしていきたいと思います。鮭は身がとても柔らかいので、こういう薄刃でおろすのがいいですよ。出刃でやると慣れてる人はいいんですけど、結構身が割れちゃうんですよね。薄刃の包丁の方がもうやりやすいです。こんな感じですね。やっぱね、身が柔らかいですね。で、次は背中側。皮を1本切って、そしたらそこからまっすぐ入れます。鮭はまっすぐ包丁を入れる。下手に包丁の角度を下にせずに、まっすぐ。わあ、ちょっと、下行っちゃった。やっちゃった。これ難しいんですよ。結構この角度ね。ちょっと慎重にやりますね。やべえ、ちょっと失敗しちゃってるかも。あ、いいや。あ、大丈夫大丈夫。もうこんだけやっぱ体高があるとね、普通のサーモンと勝手が違いますね。よし。いきます。せーの。よいしょ。うわ素晴らしい。これ天然物ですからね。北海道の美味しいお魚とか魚介類を食べてつけた油ですから。さあじゃあこっち側もおろしていきましょうか。ここから包丁を入れます。背骨を抜く感じ。包丁の角度は上。若干上。まっすぐやるとね、こう身がもったいないんでね、上向けて、こういう感じに下ろしていきます。はい、OK。そしたらここ、背びれの骨がありますんで、背びれの骨を取っていきます。うわ、すごいな、ほんと。包丁が入っていかない。ね、もういつもと全然勝手が違う。なんかね、油がね、ねちっこい。こんな鮭初めて。よし、OK。はい、ではこのようにおろし終わりましたら、腹骨をすいていきましょう。いつも通り、薄く、できるだけ薄くね。でここら辺まで取ったら、あとはもう手でね、こう引っ張りながら取れますんで。ビビビビビッと。はい、こんな感じ。そしたらお腹のところはね、こう、ちょっとできるだけ残しましょうか、今回は。ここもお刺身で食べたいのでね。よし。で、最後に膜を切り取って、ちょっと下手くそか。ちょっとこう段々になっちゃいましたね。
はい、そしたらいつも通り、ここにね、骨が入ってます。ビビビビビッと、ここら辺まで。これを抜いていきます。で、こんだけね、魚体が大きいと、この骨もかなり太い。ほら。もうめちゃくちゃ太いですね。はい、片身でこんだけ取れました。そしたらこっち側も腹骨をすいていきます。こっち側はね、得意なんですよ。ほら。はい、こんな感じ。で、ここをちょこっと切ります。で、ここに骨がありますんで、ここだけちょっとこう、山形に落として、こうですね。こんな感じ。で、こっちも骨を抜いていきます。はい、そしたらこのように骨が全部抜けました。そしたら半分に割っちゃいます。お腹と背中に分けます。よし。そしたら背中の方を切り身に切っていきます。うわー、すごいこれ。これ一切れでいくらなんだろう。考えただけでも恐ろしいわ。他の鮭とかサーモンと全然違うんですけど。これね、油焼けしてるとか、冷凍焼けしてるとか、そういうわけじゃないですからね。これはね、楽しみすぎるな。で、かなり厚みがあるんで、枚数が取れますね。これ普通に塩焼きでも美味しいけど、西京味噌につけたりだとか、酒粕につけたりだとかしてもすげえうめえと思う、これ。はい、これで背中が切れました。そしたらちゃんちゃん焼きは、今日2切れぐらいでいいですね。この真ん中の美味しそうなこちらの2切れ使っていきたいと思います。で、残りはこういう風に切り身にして、ラップしておきました。後でこれは瞬間冷凍します。で、お腹1本ありますんで、ここをルイベにしていきます。ルイベでも、このお腹のこっち側の脂の乗ったとこだけ皮引いて、サクにしていきましょうか。もう脂乗ってるからね、簡単に皮が引けますね。すげえ引きやすい。で、こっちは切り身にしときましょうか。切り身にしちゃえば、もういつでも塩焼きとか食べれますんでね。毎朝、大助の塩焼きが食べれますよ。はい、こんな感じ。そしたらこっちのお腹の方を柵取りして、このぐらいの大きさでいいでしょう。冷凍していきます。トロサーモンですよ。で、僕、とある企業さんからすごい冷凍庫をいただいたんですよ。ちょっと案内しますね。はい、こちらなんですよ。めちゃめちゃでかいでしょ。冷凍庫メーカーさんからいただきました。もう紹介とかしなくていいんで使ってください。どれでも好きなのあげます言って、粋な計らいでくれました。温度がマイナス57度、ほぼマイナス60度なんですよ。で、大体ね、こういう家庭用の冷凍庫の温度って、マイナス10度ぐらいが限界なんですよ。ただマイナス10度だと、例えば刺身の柵とかを冷凍すると、とっても色が変わっちゃうんですよね。温度が低すぎて。でもこのマイナス60度で瞬間冷凍すると、もうね、刺身の柵も、もう鮮度抜群の状態で保つことができるんですよね。もう市場とかの業務用のやつです、これ。完全な。ちょっと今霜取り中で音はするんですけど、めちゃくちゃいいものです。そしたらこの柵を入れていきます。うわっ、全然冷てえ。OK。このてんこ盛りの切り身も冷凍しておきましょう。ピリピリピリっとくるぐらい、そのぐらい冷たいです。そしたら丸1日カチカチに凍らせます。それじゃあ1日後にどう。カチカチですよ。今日はこの一番小さいこの柵を使っていきたいと思います。そしたら柵はまだカチカチなのでちょっと解凍しておきます。そしたらその間にちゃんちゃん焼きを作っていきたいと思います。ちゃんちゃん焼きって何かと言いますと、味噌と野菜と鮭の炒め物みたいな感じですね。それがまたうまいんだ。そしたらちゃんちゃん焼きの合わせだれ作っていきましょう。味噌はお好みでいいんですけど、僕はミックス使います。ミックスをこのぐらいで、そこにお酒で味噌を伸ばす感じですね。柔らかさ的にこんな感じ。そしたらそこにお砂糖も加えます。僕は甘めが好きなのでこのぐらい。そしたらみりんも少し入れます。で、もう一回よく練ります。これで一般的なちゃんちゃん焼きのタレの完成ですね。で、今日はここにちょっとニンニクも入れましょうかね。
初めての試み。多分合うと思うんですけどね。あんまり入れすぎるとね、ニンニクになっちゃうんで、半分ぐらい。はい、これでちゃんちゃん焼きのタレの完成。そしたら次は食材ですね。まずは鮭にお塩を軽く振って、で、ブラックペッパーも少しかけておきます。はい、これでひとまず置いといて、次は野菜ですね。本日の野菜がこちら。キャベツ、人参、玉ねぎ、しめじ。これでいきたいと思います。しめじは石突きの部分を外してばらします。で、玉ねぎは小さいから1個丸ごと使っちゃいましょうか。玉ねぎって冷やしてあると全然目に来ないんですね。で、人参。人参はね、皮付きでいっちゃいます。で、次、キャベツですね。もう、ちゃんちゃん焼きの野菜といったらもうこいつがメインですからね。で、洗ったキャベツをざく切りに。そんなに小さくは切らずに、もうこのぐらいざく切りでいいです。あんまり小さく切っちゃうと食べ応えなくなっちゃうんでね。はい、このように野菜とタレが用意できましたら、いよいよ焼いていきたいと思います。そしたらフライパンにまずバターを乗せます。で、火にかけて、鮭を皮目から焼いていきます。よーく絡ませて焼いていきます。で、ある程度焼き目がついたら、そこに野菜を入れていきます。で、野菜が入ったら、そこにこちらの合わせ味噌を回しかけていきます。で、ちょこっとお酒を入れます。で、火を弱火にして、そしたら蓋をして蒸し焼きにしていきます。だいたい5分から10分ぐらいで OK ですね。はい、では5分ほど経過しました。開けていきましょう。オープン。いい感じに野菜に火が通りましたね。で、蓋を開けてもう少し水分を飛ばしたら、ちゃんちゃん焼きの完成。そしたら次は丼を作っていきましょう。まずは白米を入れて、そしたらここにサーモン乗せていきます。でもサーモンだけだと、やっぱちょっと寂しいですよね。というわけで、ドーンと、イクラと、こちらの極上ウニも用意しました。北海道を作っていきたいと思います。サーモンもいい具合に溶けております。そしたら切っては、こう乗せていきます。やっぱね、瞬間冷凍だから身が全然へたってないですね。生の状態と全然変わらない。やっぱマイナス60度ってすごいね。で、ここに、まずはイクラ。で、そこにウニ。はい、そしたらこれで、北海道の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが、ちゃんちゃん焼き。ちょっと見栄えは悪いかもしれませんけども、味は抜群だと思います。これが、オースケと、サーモンキャビアと、生ウニが入った北海道です。そしたら北海道からいただきましょう。お醤油を入れて、で、この場合は醤油に、わさびを溶かして、で、溶かしわさび醤油を作ってからの、ここにかけると。こういうスタイルですね。じゃあまずはこのサーモンの部分、いただきます。うわ、全然違う。養殖物と全く別だ、これ。養殖のサーモンって、サーモンの匂いがあるんですよね。まあそれが当たり前なんですけど、そのサーモンの匂いが本当に少ない。で、この油の質量、全然くどくない。うまい。イクラもうめえな。次はここ、生ウニたっぷり入れました。いただきます。うまいわ。いかんいかん、このままだとまずい。ちゃんちゃん焼きに行こう。じゃあまずサーモンいきます。この柔らかさに注目しとってくださいね。いきますよ。ほら。もうね、豆腐切ってるみたい。じゃあこの皮目と一緒に
いただきます。うめえ。うわ、火通すとまた違う顔を出すね。全然パサパサしてない。野菜も一緒に。で、このちゃんちゃん焼きはね、野菜もたくさん取れるんで、ぜひおすすめしたい。はい、ということで今日はこちらの北海丼とちゃんちゃん焼きときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！ギオのやつ。これは合うぞ。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。甘い味噌とこのシュワシュワのやつ、これ合う。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は鮭の王様、大助を使って、丼とちゃんちゃん焼き作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかった。さすがあの値段するだけあるなと思いました。それでちゃんちゃん焼きなんですけど、今回ああいうもう最高の鮭、大助を使いましたけど、今からの時期、秋鮭が出回ってきますので、秋鮭で作ってもとっても美味しいので、やってみてください。でも今年は鮭が少ないみたいですけどね、皆さんも機会があればやってみてください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。